目覚めた地球人へ。すっかり暖かくなってきました。今日は言葉は感情を作り人生を変える3つのヒントについてお話しします。これからの地球は感情に振り回される時代が終わります。人間は感情で現実を作ることができて波動を活用することができる存在です。私たちはなぜこの地球に今生まれてきたのか、今の転換期に生きているのか、ここで地球人とは何かを話していきます。地球人とは地球で波動の性質を持つ意識のエネルギー体です。有の物質世界と無の精神世界を生きる地球存在が地球の人間です。思考、感情、行動を起こすことで物質世界に現実の経験をする意識の現実化の創造ができる存在です。地球で意識のエネルギーの地球人が物質世界での感情や思考の波動で現実化の経験を楽しんで決めていたテーマ、決めてきた目的を達成することがこれからの地球で体験することです。この動画を見ることで目には見えないエネルギーを知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても今の転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。準備して心構えをします。日頃から行動の地球では物質の体が健康で元気であることが重要です。心も体も食も地球人生で全てつながっています。食で精神と体の器を整えておくことで健康で元気ですぐに体を使って動くことができます。心の在り方では目の前にある興味を持ったことがあれば行動することで今の波動を変化させていくことになります。疑問を感じたときには自らが調べていくことも欠かせません。疑問は地球人の個性の気づきや新しい可能性を見つけることができます。これからの地球人は他者の答えを自分の答えにすることはしません。自分の個性という強みを愛して信じていくからです。内面の自分と会話ができるようになると今までの考え方や概念は全く必要はないことに気づくことができます。感情が思考とつながっていることで心に悩みを持つ地球人の悩みを少しでも減らしていく応援をする動画です。脳の使い方で感情と思考は止めたり消したり変えたり作ることもできることを一緒に楽しんで知ってもらえれば嬉しいです。潜在意識や量子力学を独自で学び始めて科学では解明できていないスピリチュアルなことや物質である現実では目には見えることだけではない現実もあること、感情や思考の波動で現実を作っていることを日常に試している毎日と自分を信じてこの動画を配信しています。地球では目には見えないものは9割以上と言われています。エネルギーは波動や波長、周波数とも言われています。地球存在すべてのものは意識のエネルギー体です。地球は望む未来を先に思考することで現実が作られていきます。イメージできることは地球人の最高の味方です。地球人生のアイテムとして想像力を使いこなして現実を楽しむことがこれからの地球人の生き方になります。地球人は個性を大切にする生き方が人生を楽しく生きることにつながります。では今から言葉の使い方3つのヒントについてお話ししていきます。毎日もやもやして自分自身に悩んでいませんか？仕事や恋愛、人間関係は
うまくいっていますか？今、もし悩みを解決できる方法があって、すぐにできることがあったら、試してみますか？自分を信じて可能性を知ることをしたいですか？これからの人間は、人生の目的がわかることで、地球に生きてきたことを実感し、生きていくモチベーションに近づけていくことができます。今、どんな感覚を持っているのかによって、人間関係の感じ方も違っています。人生をより良い方向に行くためには、正しい言葉を使って、ポジティブな思考を持つ、自分をめでることですから、地球人の本当の能力を引き出せるような内容にしていきます。今の地球で起きていることから、未来は想像もつかないかもしれません。人間はこれから変化をし続けていくことを地球人の本質は知っています。地球は宇宙の惑星だからです。なぜ人間は悩むのか。今日のタイトルは言葉の力です。目には見えない言葉で人生が変わるのはなぜなのか。目には見えない言葉、見えない気持ちの伝え方で全てを変えることができる。言葉を変えるだけで人々の行動はガラリと変わり、言葉の力でビジネスで成功することが起きてきます。人生を変える言葉の影響は大きい。目には見えない言葉、悩みを解決することができます。この動画を見ているあなたは、自分に何ができるのかわからない。今の地球の変化に戸惑っている。こんな悩みと不安を持っているなら、一緒に解決していきましょう。はじめにお伝えできることは、人間関係も仕事も恋愛も健康もどうなりたいかの目的をしっかり決めると行動が変わり、望んだ現実になっていきます。今の時代が変化していることは、地球人の本質は知っています。今、この年齢で、この地球の転換期を経験するために地球に来て、人間は今を生きています。生まれてくる前に性別や容姿などすべての人間は選んで生まれています。人間が地球に生まれてきた目的は、個々の課題を見つけて幸せを生きるためです。地球存在すべてに感謝できることも目的です。言葉の力、伝え方で全てを変えることができる。言葉の影響は大きく人生を変えていきます。目には見えない言葉で悩みを解決できるお話をしていきます。一つ目は、自分にどんな言葉をかけるかで人生が変わる。さて、私たち人間は常に2パターンの会話をしています。一つは自分との会話。一つは他人との会話です。実は誰もが一番の話し相手としているのは自分自身です。あなたは自分と何について話したことがありますか？運動や仕事、食事や眠っている時でさえも脳内で自分と会話は続いています。もちろん今もです。あなたが重視する思考には無意識に反応しています。気づいたら一人で話していることありませんか？瞑想にも限りません。そんな自分との会話が人生の質を左右するということ、神経科学や心理学の研究で証明されているんです。自分にかける言葉でいい人生に変化する。今、自分が置かれた状況の捉え方や感じ方、人生の過ごし方、さまざまな問題への対応の仕方は
大きく変わってしまうことが分かってきました。つまり、自分の望む人生を送ることができるかは、表現の仕方、自分が使う言葉が一つの鍵になるんです。二つ目は、人生で成功している人は言葉の力を十分に理解している。自身の内に秘めた本当の能力に目覚めていくことも可能です。そのためには言葉の力を知り尽くし、上手に使う。頭の中の言葉を置き換えていくことで人生はうまくいくのです。チャンスをしっかりとそれをキャッチし、どんどんチャレンジできるエネルギッシュな人は、新しい物事を学び、経験しています。脳はそれに合わせて、人間の思考や行動をコントロールする神経を調節して、脳に変化を起こします。この神経は普段は無意識に調整されていますが、幸いなことに思考に意識を向けることで意識的に組み替えられることが科学的に分かっています。つまり私たちは意識的に脳の構造を変え、人生にいい変化を起こすことができるんです。そのための一番簡単な方法は、意識的ではっきりとした自己対話を行い、使う言葉を意識して思考をコントロールするんです。思考をコントロールできれば、あらゆることに湧き上がる感情もコントロールできます。研究者たちにより次々と解明されています。3つ目は、自分との会話をポジティブな内容にする。ポジティブにできると様々ないい影響があります。まず、気分が良くなり、自身が高まると充足感にあふれたものになります。自分との会話がネガティブであれば、それが些細なトラブルを次々と作り出します。行動に必要なパワーやエネルギーをもたらし、気分を高め、積極性を引き出す言葉があります。今、状況を変えられないのは能力の問題ではなく、意志がないからです。できる努力をして、一歩を踏み出し、困難に立ち向かい、求めていた変化を手に入れるためには、能力よりもしっかりと決める意志を持つことが大切です。言葉にして、口にし、それだけでパワーが湧き起こってくるでしょう。地球であなたという個性はたった一人だけです。他者との比較は全く必要ありません。今までの思い込みや固定概念を少しずつ緩めて、自己対話の言葉を心地のいいものにすることです。人間の感情の大部分が思考から生み出されています。感情をコントロールするには、思考をコントロールすることを意識する。感情は思考から生まれているから、私たちの思考と感情は離れられない関係にあるということです。心の中で思い描くストーリー、自分との会話に使う言葉を変えることで、体験する現実の捉え方や話し方によって変わります。そしてもう一つは、人間は極めて非合理的な考え方をする生き物であるということです。悪いことが起こると、人間は自己肯定感が下がります。ああ、最悪だ。どうせ自分なんていつも失敗ばかり。もうおしまいだ。こんな風に思ったことは一度はあるはずです。しかし、そうやって落ち込んだ後も振り返れば、大したトラブルではなかったこともたくさんありますね。しかし、ネガティブな心の声は理性的な自分を見失います。合理的な判断ができなくなります。無意識に
ネガティブな自己対話はネガティブな感情が呼び起こすきっかけになります。心の声のネガティブな会話は人生のマイナス作用に働くことが多くあります。毎日の自動思考でネガティブな声が頭の中で鳴り響くことに慣れてしまっているためです。無意識に入り込み、思考や行動を変えていきます。やがては被害妄想を抱くようになり、自己中心的になってきます。このような人は、頑張ったところで意味がないと決めつけているため、口に出したネガティブな言葉の通りの人生になっていきます。あなたにとって言葉はどんな存在ですか？今まで悩みを解決するためにどんな情報を探していますか？今までの経験、体感していることはすべてあなたが望んだことです。選んできたことです。この動画を見ている時点で今の悩みの解決や人生の見つけ方を知ることに近づいています。心と行動と体のケアを始めていきましょう。思考、感情と行動で波動を上げることで現実にできることに意識をします。まずは今までのあなたのすべてを認めて許します。すべて許すことで余裕と寛容な心が出てきます。体と本質の融合を許すことです。体を整えて思考を根本から変化させます。今までのネガティブな思い込みや固定概念を変えることを意識すると、現実の変化を加速させることにつながります。まずは瞑想をして自問自答を習慣にすることをお勧めします。瞑想と自問自答の習慣化によって体の中のエネルギーが行動を促してくれます。この時点でもう本質につながることができています。自分と向き合うことが望む人生を見つけることにつながります。瞑想が生活の一部にします。自身への感謝をすると心の変化が起きてきます。地球にはあなたという個性の地球存在はたった一人だけです。本質につながった時点で直感がピンときたら、人生の本当のパートナーの体を使ってすぐに行動します。まずは大きく深呼吸をします。波動の高いイメージを体に入れることです。呼吸を全体に染み渡るようにイメージして低い波動の解放を続けていくと、気づくと他者を見る感覚や自分の思考の変化が分かってきます。今までの古い概念や思い込みを外していく、新しい考え方も取り入れていくことで望む人生の波動に向かっていけます。固定思考の人は能力のある人はある、ない人はないと思っています。一方、成長志向の人は生まれながらに不利と思えることがあっても努力次第で成長できるし、なりたい自分になれると思っています。だから自然とモチベーションが上がり、楽しく努力できます。人生で八方塞がりなことが起きても、改善を繰り返すことで必ず道が開けてくると信じています。誰にでもできることをやっているだけなんだ。自分にもできそうだと思えてきて、自然とモチベーションがアップします。成長志向が自然と身についてくると思います。自分だって何にでもなれるという思い込みを持つことで、自然とモチベーションがアップする、自然と成果が出てきます。固定思考の人ほど内気になりやすい、落ち込みやすいという特徴もあります。固定思考は潜在能力は一生変わらないという思い込みです。自分の潜在能力が
一生変わらないという具合に考えてしまうこと、実際には自分を成長させることができるのに自信がない、自分を信じられない、そのために欠点は隠したいと思ってしまい、自意識過剰になり、人の目が気になって、だんだん落ち込んでいくというわけです。その時には呼吸はとても浅くなっています。呼吸は人間には大切なことです。呼吸は心を穏やかにして、体を健やかにし、現実を豊かにする、幸福を与えます。見えないエネルギーに導かれていることを感じて、腑に落ちたら勇気を持って素直に行動することで幸せを感じます。自信や自己愛を感じる、このシンプルな毎日の流れに身を委ねていくことが波動を高く維持することにつながります。今、望む未来につながることを強く、長く意識します。あなたが地球に来た目的はあなたしかわかりません。他者は知りません。他者に答えを求めず、自問自答で決めていく。今の行動で作っている未来はもうすぐあなたの目の前に見えてきます。ここでまとめです。言葉の使い方の3つのヒントについてお話ししてきました。自分にどんな言葉をかけるかで人生が変わる。私たち人間は常に2パターンの会話をしています。一つは自分との会話。一つは他者との会話です。人生で成功している人は言葉の力を十分に理解している。言葉の力を知り尽くし、上手に使う。頭の中の言葉を置き換えていくことで、人生はうまくいきます。物事を学び、経験をします。自分との会話をポジティブな内容にすることで、さまざまないい影響が起こります。人間はもともと無力な存在です。しかし、人間のできることは、可能性は無限大です。変わることができるという体験をすることができれば、人生はいい方向へ流れていきます。人生が変わらないと思っている人は、漠然と無力感にとらわれて、人生がだんだん悪い方へと流れていきます。反対に、人間はいつでも変わることができると思っている人は、自然とモチベーションが上がり、どんどん成長していきます。落ち込むこともなくなり、望む人生を築く努力ができます。どこまでも成長することができるのか、どんな壁も乗り越えられるのか、どんな人生にしていきたいのか、はっきりとした人生のゴールを決めると、すっきりと心が感じて生きていくことになります。毎日波動を高くすることで、アイデアとひらめきが出てきます。脳を使うことで現実は作られています。普段当たり前に出てくる思考は、生きてきた人生で考えてきた記憶のようなものです。考えてきた思考ではなく、感じる思考で現実を作ることができます。思い込みとは何かっていうと、生まれ持った才能、知能、性格は一生変わらないと思っている。才能、知能、性格は変えられると思っている。ただ、これだけの違いです。今までの古い概念や思い込みを外して、新しい考え方も取り入れていくことで、地球の波動に合っていきます。自分のできることが分かってきます。他者のことは気にせずに、批判もせず、比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきましょう。地球人に向けたメッセージは、心地の悪い感情をすべて手放すことです。アイデアとひらめきは、個性のこれからのスキルで、人生を歩いていける道しるべです。
これからの地球では映画や漫画のような信じられない出来事も身近に起きてきます。次は何が来るんだ？今度はそう来たかという柔軟な心構えも大切です。あなたは存在しているだけで個性の存在です。地球に生まれてくる前に決めて選んできたゴールを見つけていきます。地球人の望む未来は今ここにあること。宇宙の中の地球に生きていることを心から喜んで感謝することで壮大な経験をする時が来ます。個性を生かすクリエイターの時代。魂に従って作り出して独自のクリエイターとしていることになります。現実なのかと思えるような見たことも体験したこともない状況も想定して、この変革期の地球では不便と感じる現実もあるでしょう。今目の前に現実を覚悟して生きる世界は地球人の本質が求めています。あなたの心が信じていることを確認してください。個性を出していくことです。今を生きている愛のある素晴らしい地球人は自信に向き合うことで個性を知ることになります。あなたはたった一人の個性のある存在です。他者と比べる、競う、争うことは必要なく、全く無意味なのです。あなたの代わりはこの物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら個々のテーマと目的のために生まれて地球で生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけると励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。